こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はまっすぐ切ってまっすぐ縫ったら完成するとっても簡単なエプロンを作っていきたいと思います。袖がなかったり空きがなかったり襟がなかったりするのでとっても簡単です。洋服作りに挑戦したいけどなかなか難しそうで不安だなという方にもおすすめのエプロンです。型紙を作るところから裁断、あとは縫うところまでゆっくり丁寧に進めていきますので、ぜひ初めての方も一緒に挑戦してみてほしいなと思います。使う本はじゃん、使い勝手のいいエプロンと小物っていうこの本を使っていきたいと思います。この本は結構ね、シンプルなエプロンからちょっとデザインのあるエプロンまでたくさん載っているので、エプロン自分で作ってみたいなっていう方にはこれ結構おすすめかなと思って私も実際に買ってみました。それでは早速始めたいと思います。スタート。はい、今回この本の中の32番、この頭からかぶって着れるかぶりエプロンっていうものを作りたいと思います。必要な生地の量は生地幅152センチ幅の生地を 1.8 メートル用意してくださいとのことです。で、今回のこのエプロンは実は実物大の型紙がありません。なのでここに書いてある図を参考に自分で線を描いて型紙を作ります。ただ全然難しくないんです。こういう風なやつって結構難しそうだなと思ったりするんですけど、これは全部直線なのでほぼほぼ四角形を描くイメージで作っていけばできちゃうので楽ちんですよ。一緒にやってみましょう。基本的にはね、大きいパーツはこれだけですね。まずは横に長い直線を80センチで、片方が48センチで、もう片方が40センチになるように線を描きます。この40センチと48センチの位置、ここが斜めになっているので、ここの線をね描くのがちょっと難しいかなと思うんですけど、洋裁をしてみたい方におすすめのアイテムの一つとして、じゃん、1メートルの竹物刺しっていうのが売ってるので、これが1本あると結構長い距離も1回でシャキーンとかけるような感じにできます。それかこんな50センチの定規しかない方のためにこの真ん中あたりの長さを紹介しておこうかな。だいたいこの40センチ短い縦の長さの方から39センチの位置でちょうど44センチになります。なので39センチの44センチのところに印をつけてあげて、で2回に分けて線を描いてあげると綺麗に直線が描けるかなという感じですね。で、これが身ごろの型紙です。そしてこの身ごろの型紙の中に1本直線を描き入れてあげてください。この80センチの横の長さのところからだいたい15センチの位置に横に直線で線を描きます。で、この型紙実は後ろ身ごろと前身ごろ両方を兼ねていて、この今線を引いたこの位置で折ってあげると前身ごろの型紙で、開いてあげると後ろ身ごろの型紙になります。そしてあとはこの40センチのところから5センチ平行の位置に直線を描いておいてあげてください。これが身ごろの型紙です。次、ポケットの型紙ですね。こんな長方形18センチ ×17 センチの長方形を描いておいてあげてください。それからこの肩紐のパーツですね。M サイズだったら40センチ、L サイズだったら43センチの縦の長さかける5センチの細長い長方形を描いてあげて、片方を1センチ斜めに内側に入ったところに印をつけて両サイド斜めにカットしてあげます。で、こちらの長い方が輪に裁断するので輪の印をつけてあげておいてください。
で書いたのがこのパーツですね。最初に長方形を書いて、その後で1センチ内側に印をつけて線を描いてカットしてあげるといいかなと思います。そしてあともう一つ、ここにね型紙として書いていないんだけど、ここの見返しのパーツに型紙が必要になります。なのでさっき身ごろに5センチの平行線を描いたと思うんですけど、ここに別の紙をペット乗せてあげて、この5センチの線と前中心のこの線を書き写してあげます。あとはここね、周りとね。はい、これが見返しになります。で、見返しには接着芯を貼るので、接着芯を忘れずに貼るように印をつけて、これも切っておきましょう。はい、見返しが完成しました。では裁断しちゃいましょう。まずは今後ろ身ごろと後ろの見返しを先に裁断します。今回これ前身ごろと後ろ身ごろ、あと後ろの見返しと前の見返しが同じ型紙でできているので、まずは後ろの方から作っていきたいと思います。後ろはこの身ごろの型紙を置いて、後ろ中心80センチの長いところ、直線のところを後ろ中心にしてあげて、縫い代は2センチつけます。後ろ身ごろの場合は輪にしません。で、縫い代1センチ1センチで、裾が 3.5 センチでつけて裁断していきます。さっき私忘れたんですけど、後ろ身ごろの肩紐の付け位置、ここ後ろ中心から5センチの位置で肩紐の付け位置として印をつけて切り込みを入れておいてあげてください。で、見返しのパターンは接着芯を貼るので、粗立ち少し大きめにカットしておきます。後ろ身ごろが裁断できたら、一度型紙を外しておきます。で、これが大事で、この型紙に書いた前中心の位置、ここで型紙を折ります。こんな感じ？ちょっと細くなったね。で、もう一個見返し、こっちのパーツも同じように前中心の線があると思うので、ここで折って、で、前の見返しとして使ってあげます。で、この見返しと身ごろ、前身ごろの場合は前中心を輪にして裁断します。前身ごろの前中心を輪にして裁断しようとして、生地を半分に畳んでしまうと、生地が110センチ幅であってもかなりこっち側に余白ができてしまうんですね。で、もったいないので、必要な、例えばこの裾がしっかり入る長さ、私は39センチあれば余裕で裁断できるなと思ったので、生地を39センチで折って、前中心を生地の輪のところに揃えて、で、型紙を配置していきます。この39センチっていうのはたまにね、だいたいこのくらいで同じかなってパタッと畳んで裁断しちゃう時があるんだけど、必ず曲がってる、絶対なので定規で39センチ39センチ39センチって測ってあげて折ってあげた方が正確になるので、そうやって生地を畳んでみてください。で、ついでに前の見返しのパーツも前中心は輪にして裁断するので、ここに揃えてあげて、で、少し余裕を持ってカットしておいてあげると粗立ちができるかなと思います。そうそう、これもね、忘れてた。肩紐の位置が前中心から10センチの位置で5センチ幅、こんな感じで2箇所印をつけておきます。
なんかポケットの位置書き忘れてたんだけど、なんかでも出来上がってから着てみてこの辺がいいかなっていう感じで決めてもいいんじゃないかなと思うので、そのままいきましょうか。はい、こんな感じで前の見返し荒立ち用と、あとは前身頃が出来上がりましたね。ではあとは肩紐とポケット裁断していきたいと思います。で、肩紐実はここね、さっきの形だとここまでの細いパーツだったんですけど、ここ輪にして2枚裁断するってなると結構ね裁断しにくかったりするので、もしなんだったらここで反転させて形を反対側も移してあげて、輪の状態じゃなくって開いたような状態の型紙に書き直してあげてから裁断してあげると、こうやってよいしょ生地を重ねて2枚一気に裁断できるのでいいかななんて思います。今回はポケットもあるので、こっち側からパタンと折ってあげて、でこんな感じに置いて裁断してみようかな。はい、でポケットが出来上がりました。上の縫い代 2.5 センチ、1センチ、1センチ、1センチです。で、はい、肩紐はぐるっと全部1センチで縫い代をつけています。では最後に見返しの裁断をしていきたいと思います。最初に荒立ちをしたので接着芯を貼っていきたいと思います。この形と同じ大きさに切った接着芯を重ねて、で接着芯を貼ります。でこれは前見返し、前身頃の見返しなので輪にしてあげて、でパターンの前中心の位置で輪の部分を合わせて留めます。で普通に縫い代をつけて裁断しちゃいましょう。縫い代は1センチ1センチで、下は縫い代なしで OK です。はい、これで前の見返しが出来上がりました。で同じように後ろの見返し、後ろは輪じゃないので中表に合わせてあげて、同じように裁断します。後ろ中心に1センチ1センチ1センチで、下の部分には縫い代はいりません。これで裁断も完了しました。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。型紙を作って裁断をするところまで終わりました。あとは組み合わせて縫っていくだけなので、ぜひ一緒に挑戦してみてください。動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。